今よりも一歩幸せに。どうも釣りって学べるです。今回は大縄張さんから発売されているウィンターテックグローブの紹介をさせていただきます。こちらの動画は案件ではないんですけど、私が実際に使って効果があるなと思ったので、今回紹介させていただきます。何の効果があるかというと、私、手がものすごく冷え性なんですね。で、指先がもちろん冷たくなるとか、手の感覚がなくなるとかは、よく聞く話なんですけど、私の場合、外気温がおそらく0とか、1度2度ぐらいのレベルでも、もう指先が冷たくなる。手が冷たくなると、握力がなくなってしまうぐらい、この動きができなくなるぐらいなんですね。手が全く固まってしまうような、冷え性なのかちょっとわかんないんですけど、それぐらいのレベルになります。もちろん、アジングとかだったら、ジグヘッドもつかめないし、糸も結べないし、で、あと、もうこれ困ったなっていうところ、ゲームベスト、ライフジャケットを着てて脱ぐときに、胸のとこあたりのロック、これがもう解除できないということで、手をしっかり温めてロック解除するというぐらいはやっぱあるんですね。で、そんな私なんですけど、この手袋をつけてやってみたら、わざわざカイロで手を温めたりとか、ポケットに手を入れたりとかすることなく、小1時間ほど氷点下の中釣りができたんですね。これはやっぱり実際効果があるんだなと思って紹介させていただきます。普段は授業の配信ということで、あんまりこういった実写の動画は作ることが少ないんですけど、合わせて実際の釣りの動画もアップすることも少ないんですよね。いつもライブ配信でさせてもらってるんですけど、そのライブ配信の時にチャットでこちらの質問とかを多くありましたので、動画にさせていただきます。うまく説明できるかわかんないですけども、最後までよろしくお願いいたします。では、こちらの商品なんですが、改めていくと、こちらは大縄張さんから出ているウィンターテックグローブと言います。こちらに、カルディバの刺繍が入ってます。これは素材は、フリース素材になってます。こう柔らかい素材ですね。このフリースでできてますので、非常に保温性とか暖かいとか、非常に薄いという特徴があります。素材が素材なので、こちらの使った釣りっていうのは、メバルとかアジとか、あとは管理釣り場などでのトラウトとか、そういったライトゲーム用になってます。これで使って、例えばジギングとか、ロッドをしゃくるエギングとかをすると、スレとかが出てくるので、多分弱いんじゃないかなと思われてます。こちらは一応ライトゲーム用ということで、使用用途がなってます。これの特徴を簡単にちょっと紹介させていただくと、こちらはまず、先ほどあったんですけど、伸び縮みするんで、結構伸縮性が、いい素材になってます。そして、この縫い目のところも、強化縫いということで、ほつれ防止とかにはなってます。若干、ちょっと出たりはしてるんですけど、大した、ほつれとかはないと思います。全体的に、凹凸とかがない、割と凹凸がないデザインになっているので、ライン、釣り糸とかができるだけ引っかからないようなデザインになってます。そして、非常に素材も薄くなってます。後ほどちょっとはめてね、見てみますけど、非常に薄い素材になっています。一番の特徴として私が何で選んだかって言ったら、カイロがこの手の甲の部分と手首の部分に2つ入るんですね。カイロを準備しているので、イメージでしてみると、例えばこの部分と手首のこの部分2箇所にカイロが乗せれる仕様になっています。で、もちろん左右ですね、両方それぞれ入ります。このカイロは、大きさから、ちょっとお分かりかと思うんですけど、いわゆるミニカイロということで、通常のレギュラータイプよりも二回りぐらい小さいミニカイロになってます。こちらをだいたい同時に4つですかね、使用する
ようになります。私これ買うときに、電熱タイプ、電気の熱で温めるタイプの手袋も、販売されたりとかしてるんですけど、もともとその電気のタイプを買うかどうするかっていうのがちょっと迷ったんですよね。電気のタイプももちろん探せばいいのはあると思うんですけど、どうしてもバッテリーのその取り付け位置とか、重さとかいうところで、釣りにちょっとまだ、出ている、使えそうなもの、ベストなものはちょっとまだ私の中では探しきれてなかったので、今回この回路を入れるタイプでしてみました。回路でいくと、10パック入りとかで買うと、ちょっと高めかもしれませんけども、これが例えば、1シーズンで7回ぐらい、使うかなとかいう場合、30ケース入りのものとかが売ってるんですね。そちらを買ったら、ホームセンターとかで30個入りで700円か800円ぐらいで、このミニ回路が売ってますので、およそ1回あたり、コスト的にいくと100円ぐらいになるかもしれないですね。はい、100円で、この回路の持ちが7時間から8時間になってますので、7時間から8時間の間、100円で、暖を取ることができるというものがあります。これをちょっと実際に、つけてみて、回路を実際につけてみたいと思います。私の左手につけてみます。こんな感じですね。はい。手のひらがこう、そして、手の甲側がこんな感じになってます。ここでの、サイズ展開なんですけど、こちらは M サイズと L サイズの2種類の展開になってます。S がないんですね。私はこれは M サイズになります。L は実際、私持ってないので、ちょっと大きさは正直わかりませんけど、これより大きいのは間違いないというところです。私の手の、サイズ感なんですけど、どれぐらいかっていうと、ちょっと定規も準備しましたので、ちょっと見ていきたいと思います。この中指を基準として、中指が0として、こう見ていくと、ちょっと暗くて分からなかったんで、一回ちょっと取りますね。中指からいくと、こんな感じです。はい、わかるでしょうか。参考までに、中指を0とカウントした場合、はい、で、ここ手首のところまでが、だいたいこの辺りです。18から19センチぐらいです。これが私の手のサイズになってきます。この指先から手首のこの、シワといいますか、この辺りまで18から19センチだったら、この M サイズでぴったりといったところだと思います。こちら M って書いてるんで、これ M サイズになります。使用感については、ここすごくもう1ミリぐらいの厚さしかないのかな。この素材ですね。はい、この素材がすごく薄くて、物を持ってもすごく素肌で感じるぐらいのレベルのその感覚です。もうここあたり、もうなんか実際自分の手を触ってるのかなというような感覚です。大げさかもしれませんけど、実際おそらく体感的にはあります。実際物を触ってるなという感じあります。で、こっちはちょっと厚手のフリースになっています。今から手の甲の部分に回路を一つ入れています。こちらがマジックテープです。この中に内側が回路入れれるようになっています。これもマジックテープもしっかりこうやって隠せるので、ラインがここにマジックテープのとこ引っかからないようなデザインになっています。ここ手の甲の部分に一つ回路入れてみると、ちょっと実際入れてみます。こんな感じですかね。ちょっと出てるんで糸が引っかかったらいけないから隠した方がいいです。こんな感じでしっかり入れれば回路がすっぽり収まって、今この中に回路が1個収まってます。手の甲よりもこっちの方が実は嬉しくて、この手首がしっかり覆われるのと、あと回路が入れるポケットがここに横にあるんですけど、回路がこの上側、でこっちが脈の方なんですけど、この脈の方にも入れられるっていうそのポケットがこの両方開いてるんです。こちらをちょっと入れてみます。つけたままだったら入れにくいので、つける際は実際外した段階で入れた方がつけやすかったです。これ実際ここに入れてみます。こんな感じで入ったんです。一つは手の甲、そして一つは、この脈、この辺に入るように回路を入れてみました。でこれつけてみます。
はい、こんな感じです。どうでしょうか。手の甲、そして、手首側になります。見た感じ、パッとぐるっと見渡しても、そんなにキャストするときにもあまり邪魔にならないような回路の位置と思います。この手首のところ、私よく長袖とかジャケットの時にこう上から羽織った時に中に入れてたりしたんですよ。やっぱりずれたりして邪魔だったんで、手首にすっぽり収まるのが嬉しいですね。こんな感じです。両方つけてみると、こんな感じです。これで、私、今日ちょっと外気温を測ったら朝まずめだったんですけど、マイナス3度ぐらいのところで、一度も回路を握ったりとかせず、ポケットに入れることもなく、指先がずっと、感覚がある状況が保てました。これがウィンターテックグローブになります。今年はこれで、冬釣りをやってみようかと思っています。ただ一つわかんないんですけど、これはたくさん使って使用した後の検証になると思うんですけど、この部分がやっぱり少しロッドのキャストのたびに擦れるかなんかで若干ほつれじゃないんですけど、ほつれが出てきているので、耐久性がどのくらいあるかっていうのは今後の検証になってくると思います。いかがだったでしょうか。ここで一つお知らせなんですけど、今回私、釣り具屋で福袋を買いました。今回は紹介すると動画の尺が長くなるので、また別動画であげようかと思うんですけども、福袋買うって私レアなんですよ。なんで買ったかとかいう理由も踏まえて、福袋の紹介を年内に配信できたらいいなと思います。もし、気になるなという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また合わせてなんですけど、福袋と合わせて、タックル一つ増やそうかなと思って散々悩んだんですけど、1個タックル増やしました。年末の、セール合わせて、クリスマス商戦ということで、すごくお値打ち価格で購入するものができたので、そちらも紹介させていただこうかと思いますので、できれば年内に配信していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。一つ言い忘れてましたね。この値段はいくらなのかということですね。はい。値段。はい。大事なことを言い忘れてました。値段は、こちら本体価格2500円になっています。それに消費税とか乗ってくる価格になってきます。中にはネットショップとかでも若干お安くなっているところもありますので、この動画を参考にしていただいて、もしちょっとそういった私と同じような悩みを抱えている方いらっしゃいましたら、ぜひ今年の冬試されてみてはいかがでしょうか。私もこちら私が行っているライブ授業で、教えてもらって私も初めて知りました。とてもね気に入っている商品になっています。はい。では、今回の動画は以上で終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。